こんにちは、イラストレーターのネグです。こちらはゼンレスゾーン0というゲームのファンアートです。今回はこのイラストの制作過程を解説させていただきます。それではよろしくお願いいたします。まず最初は写真集など参考資料を見ながらポーズを練っていきます。ラフスケッチの時点で納得がいっていないと完成図もいいものが生まれません。複数の案を出していきます。このエレンというキャラクターの魅力は腰から生えた尻尾と足のラインだと思います。この特徴を押し出したポーズを作りたいですね。一番見せたい部位から描き始めると納得のいくポーズが作りやすいと思います。下半身を軸にして上半身の配置を試行錯誤します。この時意識することは顔がしっかり見えるかどうかということと体全体の重心です。ポーズを練る際のヒントとなるものはキャラクターの特徴だけではありません。シルエットやラインの面白さ、画面の余白を考慮するとポーズが練りやすくなります。尻尾や髪の毛などの描写の自由度が高い物体を描く際はかっこいいシルエットを作りましょう。過去の配信中にもお話ししましたが、画面の余白を埋めるようにシルエットを作るとエネルギーを感じるイラストが作りやすいです。ただし、必ずしも余白を埋めるべきということではございません。こちらのイラストのように余白があることによって静かなかっこよさが表現できることもあります。イラストの雰囲気に応じて構図を考えましょう。ちなみに今回のイラストはダイナミックな構図を目標にしています。なお、尻尾がないとこんな感じになります。絵の重心が右上にある感じがしませんか？重心のバランスを取るためにできることは、絵を拡大することであったり、尻尾を生やしたりすることです。画面を拡大して描きすぎると、このようなことに気づきづらいので、ラフスケッチは全体を見ながら作りましょう。さらに動きのある構図を作るためには、ラインを意識しましょう。このイラストのように画面を構成する線が平行であったり、一定のリズムであったりすると静かな印象を受けます。今描いているイラストでは動きを作りたいので線はいろんな方向に伸びています。また最初の尻尾はこのような感じでした。より広がりのある線に変更したことでよりダイナミックになったと思います。それとエレンが持っている武器についてです。非常に特徴的な形をしていますね。本来はこの刃物の部分はもっと長くて全体は収まらない大きさのはずです。このような視線を集める力を持った物体を画面内に映さないのはもったいないです。なので都合よく大きさを変更しています。見せたいものを見せるというのは構図作りの基本かもしれないですね。ここからは塗りの段階です。最初から色を置くのではなくて、ライティングのために白黒で塗っていきます。そしてようやくオーバーレイやハードライトレイヤーなどを使って色を塗り始めます。目立つ部位から書き込んでいきます。スカートの下には直接的に日の光が届きませんが、地面からの照り返しが光源となります。地面を向いている面を照らしてあげると立体感を感じられるようになります。ここで空気遠近法を使用しています。空気や光の層をソフトブラシで描くことで遠近感が生まれます。それだけではなく、コントラストが発生して右足よりも左足の方が目立つようになりました。空気遠近法は視線誘導にも有効な手段ですね。タイツの網目を描いていますね。写真素材を使う方法もあるんですが、初期ブラシを駆使して作ります。ブラシで塗った後に変形して足に貼り付けていきます。この時はスクリーンレイヤーを使用していましたね。テクスチャがはみ出たところは消しゴムを使って調整してあげましょう。レイヤーを複製して他の部位にもテクスチャを与えましょう。陰影についてどこを光で照らすべきかわからないと悩んだことはありませんか？そういう時は
見せたいものが目立つような光の当て方を考えましょう。目線を集めたいエレンの足や武器にはぜひ光を当てたいです。なので、どちらも照らしてくれるような光源を作りましょう。この時注意すべきことは、リアリティよりもかっこよさを意識することです。例えば、影のせいで下半身のシルエットが目立たない時にはどう考えるべきでしょうか？答えは空気遠近法や反射光などを都合よく再現してコントラストを作ってあげるということです。シルエットが際立ちましたね。リアリティに縛られすぎると表現の幅が狭くなってしまいます。自由に描いていいんです。ちなみになぜいつも背景を描いてから人物を描いているのに、今回はそうではないかというと、当初は背景を描かないつもりだったからです。正直この描き方はあまりおすすめできません。背景より先に人物を完成させると、人物に合わせるように背景全体のライティングを調整する必要が出てくるからです。あとはディティールを書き込んでエレンの描写自体は完成です。また先日公開したコロソプラスというイラスト講座では、以前は語らなかった立体的な塗り方について解説しています。コロソの YouTube チャンネルにお試し動画があるので気になる方は見ていただけると幸いです。ここからは背景描写を行っていきます。先に人物を描いてしまいましたが、人物のポーズにも背景を描くためのヒントがあります。イラストは画面全体に流れるラインからあらゆる印象を受けます。なので、人体のラインに沿うような背景の消失点を見つけ出します。その消失点を基準にして背景を作り上げていくというわけです。また、このように線が集中する消失点には視線が集まりやすいです。なので、イラスト内で目立たせたいものは、その消失点付近に配置すると効果的です。すでにこの時、この場所に他のキャラクターを配置するということを考えていました。それだけでなく、消失点付近に暖炉を設置しています。暖炉は光源となりますよね。そして光はコントラストを生み、視線を集めます。近くにエレンの顔もありますし、この辺りに視線を集められると非常に都合が良いです。私が初心者の頃は背景を描くことは自由度が高すぎて悩んでしまうということが多かったです。しかし、このように視線誘導を軸に考えることで背景の組み立てに迷いにくくなります。ですが正直、私も常に迷いながら描いています。この時は他のキャラクターたちの配置に悩んでおり、このようになっておりました。当初のリナの配置は左上でした。完成図と見比べてみると結構違いますね。構図は最初に決めておくことに越したことはないのですが、アイデアが浮かばないときはそのまま書き進めてしまうということもあります。書いているうちに思いつくアイデアもありますからね。ということで、この時はひたすら背景を書き進めております。このような時、どこから書き進めるかというと、目線が集まりやすい場所です。つまり、光に照らされているところや光源付近のコントラストの高い場所となります。逆にあまり目立たない場所を書き進めていても効率が悪いです。空気遠近法が強くなる場所や光が届かなくて暗くなる場所は視線が集まりにくいです。そのような場所のディティールは雑に書くことが多いです。このイラストで言うと、この辺りですね。暖炉から天井に行くにつれてディティールが荒くなっていきます。目立つ場所とそうでない場所を見極めましょう。ここでもう一度完成図を見てみましょう。どうでしょうか？左上の背景のディティールはあまり目に入らないでしょう。手前にいるコントラストの高いキャラクターたちに視線が吸い込まれるはずです。それと背景を描き進めるときに決めておいた方がいいことがあります。それは一番暗い色です。同じ黒色でも空気遠近法を使用するなら遠くにある黒色は少し薄くなるはずです。
逆に遠くにある黒色の方が濃いと違和感を感じてしまいます。それを防ぐために一番暗くなる色を決めておきます。このイラストで言うとこの辺りの色になるでしょう。黒い物体が光に照らされていない時の色ですね。そしてこの辺りで背景に暖色を加えます。オーバーレイを使用して全体的に色味を加えていきます。色を塗る前は無機質な感じでしたが、色味を加えることで温かい雰囲気が出ました。全体的にシリアスな雰囲気のイラストなら、無機質な色合いも正解だと思います。しかしエレンの表情には無機質な雰囲気は似合わないと判断いたしました。まだまだ背景の情報量を増やしていきます。手すりや額縁など大きさを想像しやすいものを遠くに描くときは小さめに描いた方が自然に見えます。画面を拡大して描きすぎるとミスに気づきにくいので、たまには全体を見てみましょう。そしてこのような背景の小物に光を表面反射させると説得力のある描写ができます。光の理解度を高めれば絵の写実性が上昇します。絵にリアリティを与えたいなら光について学ぶ必要があります。ようやくキャラクター描写に手をつけ出します。このようなキャラクターが集合したイラストを描くときは、それぞれの性格を反映するようなポーズや表情を作りたいですね。まず、なぜこの場所にライカンさんを配置したかというと、後ろに暖炉があるからです。赤い逆光というのは人物をより力強く見せるような効果があります。おそらくそのライティングに一番合うのはライカンさんでしょう。胸元の赤色を光らせているのは現実的な表現ではありません。ですが、全体的に暗めな色合いなので、このようなライティングが効果的だと思って試してみました。引き続きキャラクターの描写を続けていくのですが、その前に背景のコントラストを調整します。影の部分に定山レイヤーを使ってさらに暗い色を作りました。コントラストが強まってエレンのシルエットや暖炉の炎がより際立ちましたね。先ほどキャラクターの描写をする際は感情表現を大切にしたいと申し上げました。ここで思いついたことがあります。このゲームにはお手伝いロボットのような小さなキャラクターたちが存在します。その子がエレンの目線の先でつまずいているところを作れば、イラスト内の物語を成立させやすくなると考えました。なので、今描いているカリンの表情もそれに対し驚いている描写をします。キャラクターの感情表現は顔の表情だけではありません。身振り手振りでもキャラクターの性格を作れますし、キャラクターの視線でもそれぞれの関係を表現することができます。ただし、ここに関しては私の得意とする分野ではなく、現在も勉強中です。また、初期のアイデアではカリンをソファーの上に座らせようとしていましたが、やめました。彼女には床に座ってもらうことにしました。そしてそれによって窓付近に余白ができます。このスペースにリナを配置しようと考えました。というわけでリナの描写を始めていきます。リナは左側に座っているライカンと対になるような表現にしようと思いました。暖炉の赤い炎の光を浴びるライカンに対して、リナは窓から降り注ぐ青白い光をまとっています。そしてリナの使い魔たちを左上に配置する予定でしたので、リナの視線は左上に向けています。少しでも視線誘導できるように意味のあるポーズを探していきます。画面手前の若者2人は喜劇的な雰囲気を、そして奥の2人はシリアスな雰囲気を作ることができました。そしてカリンの表情をより明確に伝えるために漫画的な誇張表現をしました。カメラが近くにあるときは細かい表情でも見分けられると思うんですが、そうでない場合は表情を誇張して描写することが必要になってくるみたいですね。このような表情を描くことはほとんどないので勉強になりました。
リナの使い魔たちを描いていきます。普通に描いていても面白くないので、2人には何かを手に持ってもらう予定でした。一つ確定していたのがろうそくです。なぜかというと背景が暗いからですね。全体的に暗いということは決して悪いことではありません。小さな光でもコントラストが生まれて非常に目立つからです。背景のディティールを書き込みすぎると手前のキャラクターが目立ちづらくなってしまうので注意しましょう。最後に描くのはつまずいて転んでしまったバトラーです。エレンとカリンの視線とつながるように目立たせる必要があります。よりミスをしてしまったということを強調させるために、運んでいたパンケーキを空中に吹っ飛ばします。パンケーキを描くときもしっかり資料を見ながら描きましょう。また、パンケーキによる影をエレンの足首に投影させました。これは少しでも遠近感を感じさせるためです。最後にモーションブラー加工を施して躍動感を演出します。唐突に思いついたアイデアですが、使い魔がカリンの人形を持ってきてくれているという描写をしました。このような些細な点でもキャラクター同士の関係が少し伺えますね。ということで、今回の解説を終了いたします。制作はすべて配信上で行ったので、気になる方はぜひご覧ください。それではありがとうございました。